ほいどうもこんです。ということで今回はこちらのリゼット店舗を紹介したいと思います。こちらのデッキですが4月20日の MO チャレンジで9勝1敗で優勝したのを皮切りに、その後の大会でも上位入賞が相次いでいるリストですね。基本的には高技巧の担当を主力にしたデッキで、果敢を最大限に活かせるよう一番のスペルが大量に採用されています。また大流行中のイゼット果敢よりも速度は遅めになっていて、速走や目立ちたがりを入れずにトレイリアの恐怖やカマダの性などでかい生物が採用されています。1マナスペルを大量に採用しているので相性がいいというのもありますが、基本的には一時的封鎖にかなり弱いデッキなので、封鎖で対処できない生物というのも大きなポイントかなと思います。また1枚だけ採用されている冬夜の物語は、そのまま使うとよくある3マナ3ドロー2ディスカードなのですが、調和コストだとトレイリアの恐怖などで1マナで唱えることができ、ゲーム終盤に1マナで打つ場面がよくありました。1マナドロースペルのトマヌささやきも同じく調和コスト持ちで、攻撃効がある盤面だとトレイリアとささやきを計2マナで唱えることができ、そのまま攻撃を誘発させることができ、こちらも実はシナジーがある1枚になっていますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。嵐の才能から入れるということで、キープしていいハンドではあるかなと。相手はラノエルから、ゴルガリですかね。青赤の強化になるのが、赤マナからね、スタートということで、1ターン目に才能を置くことはできないんですが、さあ、55デーモンが出てくる。デーモン殴られる分に関しては、5点だけなんで、全然いいんですが、相手アブザンカラーということで、おそらくサイとかも入っているのかなと。さあ、ラノエルを使って、これは4マナ使ってくる感じですかね。なるほど。さあ、猜疑室から、ということはこいつ殴らないのか。はい。2点ドレインしながら、カードを引いていくと。このデーモン自体は、ブロックすることはできないんですけど、ただ、単純にその、アグロデッキからすると、毎ターンね、その2点ドレインされながら、カードも引かれるっていうのは相当厳しいですね。さあ、攻撃を持ってきますが、で、こいつを対処しないと、もう延々と2点ドレイン毎ターンされるので、そしてさらに3点ドレイン。そういうデッキか。これちょっとメイン戦相当厳しいかも。自分もね、そのアブザンミッドの動画を上げてるんですけど、あのデッキね、アグロに対して結構強くて、で、しかも、相手のデッキ、それプラス、おそらくデーモンパッケージが入っている形の、デッキかなと。さあ、ラノエル、一旦倒していくんですが、ちょっと一回バウンスを構えたいかなと。一回、ドレイン阻止しながら、ダメージを入れていきたいという感じなんですが、さあ、ただ普通にこいつもでかい。6点。残り7点まで。これトレイリアの恐怖でも倒せないですからね。さらに、猜疑室。いや、これ相当厳しいな。一旦バウンスすることしかできないんで、で、相手もライフ相当回復してるから、4点ドレインのことを考えると、いや、これはさすがに無理か。66トランプルもあるんで、パフ4以上作って、延命自体はすることできるんですけど、ただマジで延命でしかない。才能出して、オプト構えかな。ではこれでクリーチャーのサイズも上がっていくんで、さあ、ただ、またね、これ、結局このデーモンを倒せないと、4点ドレイン、4点ドレインで終わっちゃうんで、いや、これはどうやっても無理かな。かなり相性は悪い感じですね。で、サイド後これどうにかなるかと言われると、
結構厳しい気はする。エンチャントへのその対処手段っていうのがなくて、まあ基本的にはバウンスでどうにかするしかないんですけど、相手のデッキバウンスに強いんですよね。まあサイド行きましょう。まあこれもう完全に攻め切るしかないんで、ライフゲイン阻止しつつ、まあ3色デッキを咎める大山猫は入れて、で、猜疑室とか、くず転がしとかはカウンターしたいので、まあ逃げとピアスあたりは入れてもいいのかなと。で、火力をちょっと減らしていく感じですかね。さあ、1本目負けて2試合目、土地0なのでマリガン。はい、キープしていきましょう。まあ3点火力かな。まあ基本的にはリソースを失いたくないデッキということで、カードを使うカードはあんまりね、キープしたくなかったりしますね。まあ今回氷港が、2枚あるということで、まあ割と分回ったらすごそうなハンドではあるかなと。さあ、ラノエルはしっかりと除去っていきましょう。まあこれは出しますね。次のターンに、まあ1マナのドロースペルが引けると一番いいかな。はい。まあ相手ラノエルキープか、これは。ラノエルで多分キープしてきたんですけど、まあそういったキープの場合、ラノエルを除去られると結構ね苦しい展開になりますね。まあそんなこと関係なく一気に今回は攻めていけそうですね。もうかまどのせい出すまで全然ありそうな展開かなと。さあ、トークンを除去っていく。ラノエル3枚か。まあちょっとね、このゲームに関しては相手の動きがだいぶ微妙ですが、だからこっちのその強い動きっていうのはしっかりと分かるゲームかなと。さあ相手、まあラネルこれブロックはね絶対できないので、マナが苦しいですからね。はい、まあこれはさすがにそのまま押し込めそうですね。まあカマンのせいは使わなくてもいいかな。相手がなんか動いてきたら、ピアスでリーサルがある可能性もあるかな。さあ、ここで除去を打ってくる。それはピアスですね。さあ、果敢が4つ誘発。一気に打点が跳ね上がっていく。これ投了と。さあ、1勝1敗で3試合目。これはだいぶいいハンドですね。さあ、ラノエルもしっかりと除去れるハンド。そして2ターン目、氷港もあると。まあ食料補充もあるということで、リソースの心配はする必要がないですが、まあちょっとこれあれですね。氷港を出してそのまま破壊される可能性全然あったんで、一旦ターンを渡して、で、次のターンに氷港プラス、まあドローソースという動きが良さそうかなと。さあ、おそらく、はい、除去は持ってますが、まあそのトークンに除去を打たれる分にはまあ全然何も問題ないということで、これちょっと悩みますが、ピアスかな、どっちかというと、まあ果敢トークンはねどんどんこっちで出していけるんで、さあ3点ドレイン。こういう連打が来るとだいぶきつくなっていきますね。食料補充からバウンスと、まあ、今回は才能でいいかな。さて、で、ここはもう出していきましょう。まあ、バウンスを手に入れたので、相手に何か出されても、一旦ね、対処できるということで。はい、さあ、騎士を出してくれ。さて、このドロースペルはだいぶ偉いですね。さあ、一旦、ワンドロー。タップインか。まあ、ただこのターン、ピアスを構えたいかと言われると、まあ、微妙ということで、一旦物語打っていきますか。さあ、3ドローから、氷子が誘発。まあ、相手の止まり方的に、まあ、除去は1枚持ってそうな
感じですね。トレイリアでいいかな。現状才能と、バウンスのパッケージがあるんで、どっちかというと土地は伸ばしていきたい感じではあるかなと。1体はチャンプアタックではありますが。さあ、これで5点を除去もある。はい。一旦2点だけ入れていく。展開的にはこっちの方がやや有利な展開ではあるかなと。さあ、そして再現室。66デーモンが出てきますが、これはしっかりとバウンスしていきましょう。とりあえず、ワンドローしていきますか。さあ、火眼誘発から土地。オプトも打ちますか。さあ、これで氷港誘発から、さらにオプトで、土地はボトム。土地、はい。これ青物出して、で、バウンスですね。66デーモンは結局、どっちにしろ残せないんで、さあ、2体バウンスから、おそらく66に乗ってくるんでしょう。はい。ただそれでも、全然殴りそうかな。で、このターンは、かまどのせい出す感じがいいかなと。さあ、1体はチャンプで、1体は相打ち。1点だけ取っていく形ですね。からの、かまどを出して、一応ピアスを構えていくと。さあ、ここでミシュラランド。からコケモリ。残り4マナ。はい、コケモリ。からラノエル。さて。からの追加のピアス。どうするかな。とりあえず才能は絶対置きますが、完全にループができる、状態ではありますね。一旦力を貯める選択肢も全然ありですが、オプトはトップか。一旦ドローしていくターンにしますか。さあ、これで攻撃攻も誘発。土地はいらないので、ファーストランドを2枚捨てていくと。で、一旦、才能で、バウンスを回収していきたいかな。選択肢はいろいろあるんですけど、結局バウンスがね、一番強いんで。さあ、ということで、このターンはそのままターンを渡していくと。さあ、そしてここでラクシャーサー。これで、2点ドレインが発生するんですが、次のターン以降は、6点。バウンスして、相手のライフを削りながら、大山猫フィニッシュとかも全然ありそうですね。いや、というか、このターンにフィニッシュというか、大量ダメージ狙って、大山猫フィニッシュを狙っていきますかね。否認は、いい。否認あるとなると、66バウンスして、で、才能バウンス。連打の仕方によっては、ただトランプルが1体だけなんで、ここまでかな。ここまでで、相手が変なブロックしてきたら、大山猫で勝つって感じかな。ラクシャーサはね、ブロックできないんで。ということで、フルパンしていきましょう。さあ、これはさすがにブロックせざるを得ないアタックですね。これだと残り8点。一旦否認構えかな。で、次のターンいろいろ打って大山猫フィニッシュですね。
さあ、くず転がしはしっかりとカウンターしていく。これでゲインが、まあ2点だけの状況。さあ、そして、守るマイナスにはカウンターで、これはさすがに勝ってるかな。相手残り6点。ドレイン含めても残り8点。ここで投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。土地6はマリガンですね。はい。これキープしていきましょう。まあ、ささやきでいいかな。まあ、一旦目長砲ランドから入ってくるんで、最低も長砲ランドから、これはミラーの可能性は全然ありますが、どっちでしょう。ミラーですね。で、ミラーの場合はね、やっぱり、氷港って、置かない方が良くて、まあ、2ターン目ポン出しだと、こんな感じで割られることがね、最近はかなり多くなってますね。まあ、氷港がね、ちょっと活躍しすぎて、みんな策枠を入れ出すようになってるんで、まあ、対策された後にどうなっていくかですよね。さあ、佐々木を打っていく。さあ、これは完全に、まあ、イゼット、氷港ミラーということで、多分、ささやきも入ってるんで、相手もテンポ型ですね。まあ、やはり、こういったデッキがね、結果を残すと、試す人が相当多くなりますよね。さあ、ここはバウンスをしていく。うん。現状、ドローソースがオプトしかないですが、何かを引けるか。いいですね。さあ、オプトオプト。稲妻ももらっておきましょう。まあ、というか相手のクリーチャーもね、倒しておきたいので、さあ、除去輪ながら、トークンが出て、で、これ次のターンにトレイリア、まあ2連打できる状況ですね。まあ、オプトは全然打ってもいいんですけど、まあ、上振れとして、オプトプラス、稲妻の噴出とか引けると、相手のターンにも、トークンを出すことができますね。相手スペルをどんどんと連打しているため、まあ、そろそろかまどのせいとか、トレイリア、はい、が出てくると。完全にこれは、ミラーですね。75枚ミラーの可能性も全然ある。さあ、オプト打っていきましょう。島はいらない。ドロー。うん。これはどうするかな。まあ、先に、ささやき打って、で、これトレイリアが1マナでキャストできるようになるんで、はい。で、トレイリアに氷粉をつけて、殴っていきたいかな。まあこれ速攻をつけることができるんで、うん。さあ、66、速攻トランプル。で、殴っていく。まあ、氷粉ってこういう使い方もできるのが、やはり強いですよね。さあ、オプトから、トップはボトムに送っていく。さあ、基本的にはこっちがだいぶ有利な状況ではありますが、クリーチャーを除去。まあ、トレリアとかが出てこなければっていう感じなんですが、出てきましたね。まあ、これは完全にもう、相打ちするしかないんで。さあ、主連でとりあえず、氷港で誘発、おっと、それは早くないか。まあ、再度行きましょう。ただ、イゼットテンポミラーはね、正直、入れたいカードあんまりなくて、まあ、墓地対策するのかとか、まあ、あとは赤術の連鎖で一応トレーニャーの恐怖が倒せるんですけどっていう感じですね。まあ、ただ、どっちともその、致命的に効くかと言われると全然そんなことはなくて、まあ正直そのままでもいい気はしますね。まあ好みでやるんだったら、墓地対策は入れてもいいかなっていう感じかなと。まあということで自分は、このままいきます。さあ1歩目買って2試合目。序盤のクリーチャー展開はないですけど、まあただ、そんなに悪くはないハンドではありますね。とりあえずトレイリアを、目指していく形になるかなと。まあ一旦
除去構えでいきますか。まあ相手が氷庫を出してくるかどうかで、また結構変わってきますが。ただここはオプトトップでドローをしていく。まあこっちも、とりあえずオプト構えですね。さあ、ここも、オプト。はい。まあ現状相手の方が、トレーリアまでの到達スピードが速い。という感じではありますが、まあただ、まあ相手が75枚コピーであるならば、トレーリアはまあ3枚だけですね。なのでまあそこまでね気にする必要はないんですが、さあ一旦オプト、修練はもらっておきますか。で、相手のトークンもここでもう倒しておきましょう。相手1マナしか、構えてないんで、果敢は1回分しか誘発しないので、確定で落とせますね。お、そして氷庫。これは偉い。さあ、氷庫から、ピアス持ってる。それは偉すぎる。まあ、これはしょうがないですね。ピアスは正直、ここケアしないんで。かまど引く。これかまどもらうか。まあ、スペルどんどん打って、トレーリやかまどまで出していきたいですね。相手の動きからしても、まあおそらくこっちと同じような感じのハンドじゃないかなと。おっと、ただ氷庫が出てくる。氷庫が出てくるとちょっと話が変わってくるんですが、稲妻は1枚打ってていいかな。さあこれで、まあトレリアを先に出しておきましょう。で、かまどは、まあ、できれば、ソーサリーモードから、使っていきたいかなと。ここにバウンス使う。さあ、計4マナで、バウンスからの、まあ、氷庫が、誘発していくと。まあ、ただ相手が才能を引いてるんで、そこがちょっと厄介ですね。さあ、一旦トークンは、除去っていって、トレーリアと、かまどももう出しますか。多分そのままもう殴っていった方が早いんじゃないかなと。さあ、ただ、はい、もう一回トレーリア。これはどうでしょう。相手がもうバウンスループできるんで、それがどうなるかですね。さあ、才能レベルアップしていく。まあ、バウンスですよね。いや、ちょっと厳しいか。さあ、オプトで何かしらを探していきたいですが、土地をボトルに送って、土地を引く。まあ、とりあえず殴るか。現状こっちの方が、クロック自体は高いんですけど、ただ、かなり、まあ、微妙。さあ、残り6点まで削ってはいきますが、さあ、才能2枚目から、まあ、このターンにこっちが死ぬことはないかな。さすがに。さあ、そしてトレーリアをバウンス。はい。かなり厳しい。残り6点あるんでね、相手が。まあ、ただ、どうだろうね。まあ、さすがにフルパンしてくるよな、これ。フルパンしてくるんであれば、まだワンチャンある。かな。フルパンしてくる。7、12、16?9、13、16。16点なんで、これはスルーして OK で、相手のクリーチャーバウンスしても、こっち勝ち筋ないんで、なので、次のターンにこっちが勝てる選択肢をする必要がある。ってなると、この街は狭すぎるで、相手の、召喚用意のトークンを2体バウンスですね。であれば、まあ、氷庫だったら勝ち、2点火力だったら勝ち。なので、まあ、浮きは全然ある。
全然あるというか、確率は結構高いですね。2点火力、氷コただ、才能 OK。はい。まあ、12枚受けがあったんで、勝てる選択肢をするのが大事ですね。まあ、さっきの盤面、アタッククリーチャーにバウンス打ってもね、絶対勝てないんで。さあ、ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。